もし自分が乗っているタクシーの運転手が連続殺人鬼だったらあなたはどうしますか？ 1996 年、広島県の夜道を走る1台のタクシー。乗客は若い女性で、運転手はどこにでもいそうな30代の男。しばらくするとタクシーが突然停車します。驚く女性に方言混じりの言葉で明るく声をかける運転手の男。エンジンの調子が悪いけ、ちょっと足元のシートをめくってくれんね。配線をチェックするけ。何の疑いを持たずすぐさま身をかがめて協力する女性。すると次の瞬間、彼女は背後からネクタイで首を絞められたんです。彼女の首を絞めているのはさっきまで明るく話していた運転手。そんな恐怖と苦しみの中で女性は絶命したんです。そう、実はこの運転手、次々と乗客を手にかける殺人中毒者だったんです。乗客の女性を次々と襲うタクシー運転手。犯行の目的はなんと人を殺すことによって得られる快楽と自信。そう、男の人生で唯一喜びを得られる瞬間が殺人だったんです。おっさん、努力は結果が出て初めて努力と言われるケンちゃんです。どうしたんや。闇みこでーす。本日はですね、乗客4人を次々と殺害した恐怖のタクシー運転手についてのお話なんです。ネトラの皆さんもね、普段何か乗り物に乗った時ちょっと不思議な目にあったり怖い目にあったりとかいろんな経験あると思うんですけど、もしそういうね、そういう方がいたらね、コメント欄で教えてください。ちょっと感じました。まずはこのサイコパス運転手がなぜ殺人を始めたのか見ていきたいと思います。最初の殺人。遡ること25年ほど前の1996年、広島県広島市が今回の事件の舞台。後の連続殺人鬼となる男の名は日高弘明、33歳。市内を拠点とするタクシー運転手でした。一見どこにでもいるタクシー運転手かと思いきや、この男の生活は決していいとは言えませんでした。この頃の日高の月収は30万円ほど。生活するには十分な収入を得ているはずでしたが、彼は毎月の給料を立ちどころに使い切り、さらにはサラ金から借金までする始末。なぜ日高はそんなにも生活に困窮していたのか。実は日高にはある悪い癖があったんです。それは極度の遊び癖。酒、ギャンブル、女を買うために湯水のごとく金をつぎ込む毎日。日高の借金はどんどん膨れ上がっていったんです。もうやばいねんけど、もうプンプンするわ。そしてね、この日高ね、お兄ちゃんからもう200万円ね、もう借りてね、借金肩代わりしてもらったこともあったんですけど、遊び癖がもう治んないってのもあって、もうどんどん首が回らんくなり、結局ね、もうダメ人間として、ね、どんどん堕落していっちゃうんですよ。同年1996年の4月18日、西日本一の歓楽街と言われる野源堀の新天地公園をタクシーで通りがかった日高は、公園に佇む一人の少女を見つけます。彼はその少女に声をかけます。遊ぶん。彼女はこの言葉にうなずき、日高に誘われるがままタクシーに乗車。実はこの新天地公園、当時は援助交際が盛んに行われる有名な場所でした。そう、なんと少女は援助交際の客待ちをしていたところだったんです。日高は以前からこうして不特定多数の女性と援助交際を繰り返していました。今じゃ考えられないんですけど、援助交際っていうのはですね、その年の流行語大賞にもなるぐらいね、一般的な言葉としてね、こう浸透していってしまってたんですよね。援交とかでも事件に巻き込まれそうな雰囲気しかしないわ。この当時ね、スマホもね、携帯もなかったんで、この援交するね、女性の方は公園でね、待つっていうのがね、慣習だったみたいです。二人はそのままホテルへ。日高が約束の2万円を渡すと、少女は涙ぐみながら自分の身の上を語り出したんです。私は父親の借金を返すため大阪から広島に働きに出てきたの。親戚は大阪にいる祖母だけ。今日は手元に10万円貯まってから呉市に借金を返しに行くところだった。そんな話を聞いて日高は、なんか悪かったねとつぶやきます。そして日高はそのまま何もすることもなく、少女をタクシーに乗せ呉市まで送っていくことにしたんです。基本的にやっばいやつだけど、人の心も一応持ってたのかしらね。どうでしょう。タクシーを走らせる中、日高はこんなことを考えていました。少女が父親の借金返済のために持っていると言っていた10万円、そしてさっき自分が渡した2万円、合計12万円を彼女は持っているはず。それさえあれば自分の借金の返済に充てることができる。しかし強引に奪って警察に駆け込まれてしまっては意味がない。幸い自分と少女は今日が初対面。身寄りのない彼女であれば行方不明になって探す人なんていないだろう。これなら誰にもバレない。この子を殺してどこかに捨ててしまおう。なんでこういう発想になるかなっていう。
いきなり人殺すまで行くのが意味わかんないですよ、まず僕らそう思わないし、でも日高はねそう思っちゃったんですよ。これをね千載一遇のチャンスだって思っちゃったんです。呉市の街明かりが見えてきた頃、日高は人気のない道にタクシーを止めました。不思議そうな顔を見せる少女に日高は明るく声をかけます。エンジンの調子が悪いけ、ちょっと足元のシートめくってくれんかね。配線をチェックするけ。少女は日高の言う通り身をかがめてシートをめくりました。日高はその隙に素早く少女の背後に回り込み、自分のネクタイを外し一気に少女の首にかけます。そしてもがき苦しむ少女が動かなくなるまで力いっぱい締め上げたんです。その少女が亡くなった後、日高は彼女の財布を確認しました。しかしそこに入っていたのはたったの5万円。さっき彼女が話していた大金はどこにもなかったんです。大金の話嘘だったじゃない。いやそうなんですよ。でもここまで来たらね後には戻れないんです。日高はですね殺害現場から 25km も離れた広島市内まで行って農業用のね用水路にね死体を遺棄したんです。殺害から18日後の5月6日、少女の遺体が見つかり警察は捜査を始めました。日高はこの報道を見て衝撃の事実を知ることに。実は日高が殺害した女性は呉市の定時制高校に通う1年生だったんです。ホテルで彼女が話していたことはお金の話だけではなく身寄りがないというのも全て嘘だったんです。身寄りがなくて身元もわかるはずがないから殺したのに、日高はいつか警察が自分にたどり着くのではないかと気が気ではありませんでした。毎日生きた心地がしない日々が続いたんです。だからなんで少女は嘘をついたの？まあいろんなね説はあるんですけどもね、死人に口なしなんで分かんないんですけど、僕らはね状況から察するに、援助交際をするにあたって身元がバレないようにだとか、ちょっと日高の同情をね誘うために言ったりとかね、いろんなことはね考えられるとは思うんですよね。てかこいつさめちゃくちゃ捕まることにビビってんじゃない？案外小心者なんじゃないこいつ。でもね次第にね日高のそのねビビってる心っていうのはねだんだん変化していって恐ろしい考えに至っていくんです。歪んだ自信。事件から3ヶ月経っても日高に捜査の手が迫ることはありませんでした。そんな中、日高の心にもある変化が生じます。警察に捕まるかもしれないという大きな不安が次第に俺は警察に捕まらない人間なのではないかという自信に変わっていったんです。援助交際でその日に会った女なら警察は接点を見つけることができない。自分の犯罪は決して誰にもバレることがない。そんな根拠のない自信を持った日高は援助交際を求める女性ばかりを狙って犯行を重ねるようになっていったんです。最初の殺人から4ヶ月後の8月12日、日高は再び先ほどと同じ新天地公園でスナック勤めをしていた女性に声をかけました。2人でホテルで過ごした後、日高は女性を送ると言ってタクシーへ誘い込みます。そして前回の犯行と全く同じ手口で女性を殺害、現金5万2000円を奪い山林に遺体を遺棄しました。3件目の犯行はそれから1ヶ月も経たない9月7日、被害者は以前から顔見知りだったホステスの女性。日高は女性に3万円を渡し、タクシーの中で成就を行う最中に首を絞めて殺害、現金8万2000円を奪った後、遺体は川の脇にある溝の中に遺棄しました。だんだんさやり方が大胆でエグくなってきてるのが怖いわこれ。2件目の時に軍手してたんですけど日高、後の取り調べでね、軍手するとネクタイの締まりが良くなるんだって言ってたんですよ。なんか楽しんでない？怖っ。この2件目、3件目の事件はその後遺体が見つかることはありませんでした。次々と殺人を成功させていく日高はますます自信を深めていきます。そうして日高は殺人そのものに快感を覚えるようになり、湧き上がる殺人衝動が抑えきれなくなっていったんです。そう、日高は恐ろしい殺人中毒者へと変貌していったんです。ふと思ったんだけどさ、こいつ殺人めちゃくちゃこうやりながら普通にタクシーの運転手もやってんでしょ。ちょっとイカれてますよね、その両立してるあたりがね。イカれてるやつほど意外と普通なね、なんかいでたちしてんのよね、こういうのって。イカれたいでたちでイカれてるのでよくわかんないですけど、見た目じゃないんですよ日高。彼の生い立ちにこのね殺人に至る理由が潜んでいたんです。挫折だらけの人生。日高は1962年宮崎県宮崎市の農家の三男として生まれました。成績優秀だった日高は地元の名門校である高校へ進学。勉強だけではなくマラソン大会で優勝するなどスポーツも万能、友達も多くガールフレンドもいる充実した生活を送っていました。そんな日高少年が夢見ていたのは教師になること。そして高校3年生の時、難関国立大学である筑波大学への推薦入学の話が舞い込んできたんです。この話を受けた日高の夢は広がるばかり。筑波大学なら教師だけではなく研究者としての道も開けるかもしれないと胸を躍らせていたんです。めちゃくちゃ順風満帆じゃないの。どうやったらあんなイカれちゃうのこれ。日高のね人生をね、ここから繰り始めるんです。
筑波大学での学生生活を夢見た日高だったんですが、予想外の出来事が。なんと受験結果は不合格。日高は滑り止めで受けていた私立大学に進学することにしたんです。幼い頃から優秀だった日高は無名の私立大学出身の人をバカにしていた過去がありました。そんな学歴コンプレックスまみれの日高は自分自身が受験に失敗した事実を認めることができませんでした。こんな大学では教師になっても尊敬されない。日高はかつて教師になりたいと夢見た頃とはまるで別人のように毎日を過ごしていたんです。大学をサボり、酒とギャンブルへ溺れていきました。また日高は同級生に対しても、俺は筑波大学を推薦で受けたほどの人間だ、お前らとは違うと見下した態度で接していたんです。過去の栄光にいつまでもすがり、現実を見ることができなかったんです。優秀な日高にとっての初めての挫折が彼の本性をあらわにしていくんです。そして彼は大学の留年が決定してしまって、ついに中退してしまうんです。逃げんなよお前。地元宮崎に帰った日高は周囲には司法試験に失敗したと話し、プライドを保ちました。そうして市役所の臨時職員として働き始めた日高なんですが、かつて思い描いていた未来とは全く違う現実。こんなはずじゃなかったのに。全てが嫌になった日高は酒、ギャンブル、女遊びに明け暮れました。荒れに荒れていく生活。とうとう日高は遊ぶ金欲しさに犯罪に手を染めてしまうんです。それは強盗。日高は金を奪うために会社役員の自宅に侵入。偶然その家の夫人に鉢合わせすると、日高は包丁を突きつけて脅迫したんです。そうして現金と預金通帳を奪いました。しかし日高はすぐに強盗容疑で逮捕、実刑2年の判決を受けるんです。でも司法試験受けてたとかさ、なんか世間体気にして嘘ついてるくせしてさ、あっさり強盗をやってるってのは矛盾してないこいつ。人間としての一個目標決めて頑張るみたいなところがないんでしょうね、この男は。1989年、出所した日高は叔父を頼って広島県に移り住み、タクシー運転手の仕事を始めます。その3年後、29歳になった日高に人生の転機が。日高は叔父の紹介で出会った女性と恋に落ち、結婚することに。すぐにマイホームを購入し、妻は長女を妊娠。まるで絵に描いたような新婚生活をスタートしたんです。毎日幸せと笑顔で包まれる生活。日高も妻と生まれてくる子供との新しい未来に夢と希望を抱いていました。よかったじゃない。でもこの幸せも長くは続かなかったんです。結婚の翌年、妻は長女を無事出産しました。しかしその2日後から妻の様子にある異変が。原因は不明なんですが、突然精神を病んでしまい、奇妙な言動を繰り返すようになってしまったんです。ブツブツと意味不明なことをつぶやいたり、規制を上げるなど手に負えなくなってしまいました。やむを得ず妻はそのまま入院。生まれたばかりの子供は実家に預けることになり、日高の夢見ていた幸せな家庭はバラバラになってしまうんです。こうして自暴自棄になってしまった日高は再び酒とギャンブルに溺れていくんです。精神を病んだ妻に回復の兆しはなく、娘とも疎遠になっていくばかり。俺はどこまでもついとらん。日高はどんどんやけになっていきました。その頃から日高は夜の街に繰り出し、援助交際を繰り返すようになります。遊ぶためにどんどん借金を繰り返し、生活は破綻。そうして困った日高は最初の殺人を犯してしまうんです。日高の過去を見ていくと、もう挫折を受け入れられなかったりもう挫折によって歪んでしまったりとかいろいろあったんですけど、その中でも唯一の成功体験が人を殺すことだったのかもしれないですよね。なんでそっちに行っちゃうかなっていうね。ちゃんと就職もしてるし結婚もしてるんだしさ、むしろ周りの人に恵まれてる方だと思うけどね、私はね。ずっと人と比べると一生幸せになれないんで、そういうのに気づけなかったんでしょうね。そうして自分自身に対するもう勘違いの自信によってどんどん間違いを犯していく日高なんですけど、ついに4件目の犯行で逮捕されてしまうんです。狂気の夏の終焉。3件の殺人が成功し、殺人衝動を抑えられなくなった日高は、前回の犯行から1週間も経たないうちに次の殺人を計画します。ターゲットは以前から親しくしていた顔見知りの女性。この日もいつものようにタクシーを止め、足元のシートをめくるように頼む日高でしたが、そこで日高の予想もしない出来事が起こります。いつもと違う雰囲気を察したのか、女性は日高にこう言いました。なんか怖い、一人で帰る。そして車から出て行ってしまったんです。計画が狂い始めた日高は非常に焦ります。彼女を逃してしまっては殺すことができない。それにもし彼女が警察に何かを言ってしまったら、過去の犯行もバレてしまうかもしれない。日高は女性を追いかけ、首にナイフを突きつけてこう言います。優しゅう言うとけば突き上がりやがって。そうして車内に女性を連れ戻した日高は、彼女が失神するまで顔を殴り、首を絞めて殺害するんです。あまりにもひどすぎるわよ。なんかこれも失敗することへの絶対成功させてやろうっていうのがそういう恐怖みたいなのも感じちゃうけどね、これね。でも女性の予想外の行動に
焦ってたのかわかんないですけど、このね殺害から5時間後に警察はね遺体をね発見するんです。殺人事件として捜査を始めた警察。すると被害者の女性が日高のタクシーに乗り込んだという目撃情報を入手したんです。警察はすぐに日高の捜索を始め、それから1週間後、日高は潜伏先の山口県で逮捕されました。その後の取り調べで日高は過去3件の犯行も自供。取り調べ中は常に自暴自棄な様子で投げやりな態度だったといいます。そして2000年の2月9日、日高に判決が下されました。その判決は死刑。4人もの女性の命を自分の快楽のために殺害した残忍性が認められ、極刑という結末を迎えたんです。そして2006年12月25日、日高が44歳の頃、死刑が執行されました。殺人衝動に取りつかれ虜になってしまった日高。しかし実は日高は裁判の最後にこんな言葉を残していたんです。最終弁論終了後、日高は拳を固く握り、涙を流して被害者に謝罪。そして最後に吠えるようにこう語ったと言います。自分は一体何のためにこの世に生まれたのか、どのような生き方をしてきたのか、それを考えると辛く悲しい気持ちでいっぱいです。つまらないプライドやコンプレックスにとらわれるあまり、理想からどんどん離れていく自分自身に価値を見出せなかった男、日高弘明。失敗と挫折ばかりの人生の中で彼が唯一認めることができたのが殺人をする自分だったんです。メトラの皆さんもなんで自分が生まれたのか、なんで自分が生きているのか、誰しも一回は考えたことあると思うんですよね。僕も風呂入ってる時とかよく考えるんですけど、でも理想と現実のギャップ、そういうものって生きてたら絶対にあると思うんです。でもそのギャップを埋めるために自分が頑張るのか、それとも堕落していくのか、ここでその人の進化が問われると僕は思います。日高みたいにこんなはずじゃなかったっつってさ、人と比べて不幸になっていく人生、悲しすぎるわねこれ。いやそうっすよね。結局今ね皆さんがYouTube 見れてることとか、日本にそもそも生まれたこととかね、海外だとしてもそこからね普段ね飯食えること、屋根があることみたいなね、普段なんか慣れちゃうとね当たり前になって忘れちゃうんですけど、身の回りにすでにあるものに対して幸せを感じれるかどうかが結構やっぱ幸福度を決めてくると思うんで、友達含め家族含めねやっぱ感謝しながらね生きていこうっていうのがね学べるような動画だったんじゃないでしょうか。日高はどうすればよかったのか、ちょっとメトラのみんなにも私聞きたいけどね。